政治経済の大津波が来るんじゃないか。大津波が来るかもしれない。大災難が。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、占い都知事。はい。3週目 ?3 回目。3回目 ?4 回目じゃない ?4 回目か。4回目ですよ。そうだそうだ。木曜、土曜と立て続けに出した回があって、ね。最初ね。はい。で、土曜日にね、立て続けにちょっとアップしてみたんですけど、なんかね、土曜日よりも、そうね。木曜とかの方が、平日の方がいいかもね。と思って今日はこれ木曜日に間に合えばアップしてると思いますので、遅れちゃったら金曜日ですいません。はい、はい、ということで、今週もやっていければなというふうに思います、ありがたいことに今のところなんか止まったかなって感じだよね。下げ止まったかなっていうね。これが下げトレンドだったらちょっとね考えないと。僕らスーッとフェードアウトするので、そう、はい、よろしくお願いします。引き続き応援よろしくお願いいたします。はい。で、今週の、テーマでございますけども、いろいろとございました。まずはですね、先週に引き続きといいますか、ついに開幕になりました大阪万博。おめでとうございます。無事日曜日に開幕ということでございまして、なかなか評判がいいと。そうね。なんか盛り上がってんのかな。ね。ただちょっとその占いでは、お騒がせ。綺麗に表現しました。楽しみにしてる人もいるし、ね。なんか邪魔するのもあれかなと思って。悪目立ちっぽいような感じとかもあるのかなみたいな話をしてたら、なんか、メタンガスもうなんか危ないね。検出された地下の方からなんかそういうのが出てきたっていうことで、もともと埋め立ち地だったんだよね。そうですね。だからガスとか生ゴミとかかな、わかんないけどね。なんかね、そういうのがちょっと出てきちゃったりとか、あとはあれですか、橋ですか、木造のね、モニュメントといいますか、ぐるっと囲んでるやつがちょっと歪んでて、あれ大丈夫なのかみたいな。あれは大丈夫だったんじゃないの？ファクトチェックして。調べたら結局その、ああいう歪みがないとかえって危ないよっていうね、ものだったんで、大丈夫だっていう話そうだよね。ありましたけど、ちょっとその、よきにつけ、悪しきにつけ、ちょっと何かしらこう、やっぱり、注目はされるというか、そうだね。お騒がせは、どうしてもあるかなと。そうね。僕はとりあえず、なんかほら、陰謀論界隈じゃいろいろ言われてるじゃない。あれきっかけで、みたいな、疫病がどうのとか、いろんなこと言われてるから、いろいろ心配だなとは、思います。あとデータだよね。個人情報とかはやっぱりよく調べて自己責任っていう感じかなとは思いますね。個人情報はね、いつだって大事ですからね。それはきちんと管理するっていうのはね。そう、大事だから自分が何に同意してるかっていうかさ、それだけはちゃんと自覚してねっていう感じかなとは思いますね。なるほどね。はい、大阪万博もね、そんな状況ではございますので、ここからもちょっと注目ではそうですね。まだ僕の予想だと8月の上旬まではいろいろありそうだと、5月の下旬とか8月の上旬かなとは思いますけどね。その頃なんかあるんですかね。わかんない。7月5、7、8、そんな感じだね。なんもないというかね、なんか落ち着いてればいいんですけどね。そんなこんなもございますけれども、先週のニュースで言いますと、また広末さん。薬物反応は出なかったと。よかった。ね。ただそうすると逆に言うと、素の状態であれをやってしまったのかと。いや、逆に心配じゃないですか。ね。心の病気とかいろいろあるから、ね。なかなか、ね、表に本人もね、言いたいことかどうかもわかんないですし。あれだね、僕ファンだから結構ね、味方しちゃうというか。僕もね、やっぱりテレビでずっと見てた人なんでね、やっぱり応援したくなっちゃいます。そうだね。なんか心配だなっていう感じだよね。やっぱり10代の頃からずっとストレスなんかも抱えてらっしゃったでしょうしね。そうだね。ちょっと無事でいてほしいなというところでそうね。蹴られちゃったね、看護婦さんとかは本当かわいそうだし、交通事故でね、なんかあんなことになっちゃってるからね、大変だなとは思いますけど。関係者の人はね、大変だと思いますけど。あとね、ちょっと
発狂してるとかだったらね、怒鳴られてる取り調べる人もたまったもんじゃないかもしれないし、ちょっと分かんないですけどね、その辺はね。いろんな人がね関わってますからね。まあまあなんか落ち着いてほしいですけどね。なんであんなに表に情報出てきちゃうんだろうなとは思うけどね。警察情報がやたら漏れてませんね。なんでこんなリークされるんだろうって。だからやっぱスピンなんだろうね。なんか裏でなんか本当陰謀論みたいな話になるよ。だからあれですよね。なんかサイバー攻撃に対抗するための法律が通ったみたいな。そう能動的サイバー防御法案だって。能動的ってのはどういうことなんですか？だからサイバー攻撃しそうだなと思ったら攻撃できるみたいな。それってなんかちょっとね、なんか言いがかりつけられて規制させられそうみたいな風に思っちゃう人もいるんじゃないですか。もういるみたいですよ。だから広末さんのスピンだってまあどうなんだろうなとは思うけど、まあやたらネタにされてかわいそうとは思ってる。それは本当にそう。実際その法律が一回置いといてもちょっとね、なんかやったらちょっと情報がね出過ぎじゃないかってぐらいですよね。そうだからね、まあけど本当にサイバー攻撃とか結構受けてるわけじゃん。去年だってニコニコ角川さんね、いろいろかわいそうだったじゃないですか。だからそれを事前に分かってたらっていう運用はまあ分からんでもない。分からんでもないけど恣意的だからやっぱりブレーキをさ、ちゃんとしてくれないと怖いよねと。悪いことしてないから別にそんな心配ないけど、悪いことしてる人たちは怒り出すから、日本でほらスパイ防止法がなかったらやりたい放題じゃん。だからやりたい放題の人たちが文句言ってるようにも見える。だけどそれが一般市民に向かないとも限らないから、それは心配だよなってはやっぱり思いますよ。そうですよね。ある意味そういうその国が暴走するんじゃないかっていう。もう暴走してるように見えるけどね。なるほどね。けど分かんないよね。なるほどね。だからそんなんでね、広末さんが犠牲になってると思ったら許せないけど、やってることがやってることだからそうまあね、そうっていう感じ。僕はもうツイッターのネタでね、看護師さんを蹴っちゃったのが広末さんで、看護師の格好をして蹴っていたのが椎名林檎っていうのは僕は面白いね、確かに。それはね好きでしたけどね。はい。まあね、とりあえず広末さんは本当ね、落ち着いてほしいなというところではございますが、まあちょっと引き続きのその芸能ニュースでいうと気になるところは僕、石橋貴明さん。石橋さんね。食道がんですって。心配。あとけどなんか陰謀論みたいな飛び交ってましたよ。フジテレビに絡めて。何でしたっけ、下半身がそうじゃないかとかね。勘繰りの段階な気はするんですけど、本当なんですか？草薙ファクトチェックして。ここでファクトチェックもおかしいし、草薙で露出だとなんか違う話になっちゃうんですよ。そうか。なんかありましたね。昔ね。懐かしいなってなっちゃう。そうね。確かに。ね、まあでもいずれにせよね、実際にそういうことをやったっていう確たる証拠は今のところないですよと。確かに。ね。それはああいう時代ですからちょっとね裸じゃないですけど、そういう番組もねありましたし。あったよね。だから過去のさ動画とかさ持ってきてさ批判するのどうなのとは思うけどね。当時嫌な思いしてたっていうのは分かる。俺も正直子供だったからトンネルズさんとかダウンタウンさんとか面白かったけどいいのかなって思って見てたし、バカ殿なんかもいいのかなって思って見てたから、当時嫌な思いしてた人はわかるけど今更言うなよやばだろうとは思っちゃうけどね。その当時はそれが、言ってみれば一番いいんだっていうふうにみんな考えて一生懸命やってたわけじゃないですか。だからそこをなんか今更、ね、それこそキャンセルカルチャーじゃないですか。ね、キャンセルカルチャー苦手だな本当。もう好きじゃないですか。俺だっていろいろやってたよ多分。ごめんねみんな。ごめんね。そうだからねっていう話じゃん。人間生きてたらさ。いろいろあるよ多分ね。失敗しない人なんていないですし。なかなかね。そこはなんかちょっとねとは思いますけどね。でもどうなんですかね。でもタカさんそれこそね食道がんってことですか。運勢あんまり良くないですよ。今年特に良くないから確かにお休みわかるなっていう感じですよ。なるほどね。
シビット数で見ても大差に書き飛んでるから、まああんまり良くないよなっていうふうには思いますし、それから、四柱推命だと今年の前半はまだ大丈夫なのかけど、4月の頭まではちょっと微妙な感じのタイミングで、年末くらいからで、それからまあ今年の後半と来年の頭くらいってものすごく一瞬すごく悪くなるタイミングなんで、確かに今のうちにねいろいろ治療されたりとか休まれたりした方がいいのかななんていうふうには、来年ですねどっちかっていうとね、大変そうだからはいね、良くなることに祈ってます。はい。なるほどね。そんな感じ。インドで見てもちょっとそうなんですよね。インドで見てもタカさんは24年の年末あたりからねちょっと微妙っちゃ微妙なんですよね。なるほどね。だからこういうネタにされやすい時期だなと思って、しばらく続きますよ。まあじゃあそういう意味で言ったらね、こうやってお休みしてまあ言ってみればそういうちょっと出過ぎちゃって、かえって悪くなるぐらいだったらね、こうやってやっていらっしゃる英気を養うというのはいいことかもしれない。まあありかなって思いますけどね、本当ね。ぜひね元気になってね戻ってきてほしいですね。そうですね。タカチャンネルもね人気ですからね。そうですね。どうなんだろう、占い師さんもなんか言ってたんかな、なんか出てるだよね。髪の長い方。そう。なんか出ててなんか当たってたみたいなニュースもありましたよ。じゃあね。占い通りっていうことで、占いってすごいね。僕なんとも言えないですよこれ。そうまあね、一応そういうニュースは出てました。すごいね。ねというところでございますけどね。あとは芸能ニュースそんなの続きましたけども、やっぱり芸能もそうですけど、やっぱりちょっと皆さんやっぱり心配なところの引き続きトランプ。トランプさんね。関税90日猶予できたみたいですよ。そうですね。結局ほら中国の方がまた関税ね。あれ日本だって噂あるよ。そうなんですか。そう。農林中金さんが相当損益出してなんかありましたね。そう米国債売らざるを得なかったみたいな話がネットで出てて、なるほどと思って、思わぬところでこうバランスがそうで日本許さんってなっちゃったら怖いので、90日くらいしたら分かるんだよね、どこがどう売ってたかとかね、多分ね。だから90日なのかなっていう感じですけど。なるほどね。そういうバランス調整じゃないですけど。だから90日後とかの運勢とか見たらいい。90日後って7月の上旬じゃん。あれじゃないですか、それこそ2025年7の月じゃないですか。だから、そこの辺から関税もねもう一回派手に動くとしたら、普通にやっぱりクラッシュとかねなんかあってもおかしくないタイミングですね。7日が天王星が双子座に入るところでしょ。それから今年の春分図とかで見ると7月12あたりが火星の王期になりそうなんですよ。だから日本にとってもそんなに良くない気もするし、そうですね、選挙もあるし夏相当バタバタするんじゃないかなっては思いますけどね。ある意味政治経済の大津波が来るんじゃないか。大津波が来るかもしれない。大災難が。大変だね。いやちょっと怖いですね。だからそんな状況でね、石破さんはね5万円給付10万円給付の話が出てて、でも給付金は頭にないみたいなニュースも流れてるみたいな感じで出て、今生きてるんですよね確かね。どうなんですか。でも石破さんって確か今月は運勢いいんでしたっけ。今月はいいよ多分ギリギリ。今月だけちょっと良くて、夏の多分7月の土曜あたりまではまだいいんじゃない？だからちょうど選挙の後から一気に悪くなる。じゃあどうなんですかね。分かんないね。選挙の後から一気に悪くなるっていうのは分かるけどね、どうなんだろうね。で減税っぽいところ、国民民主さんとか、参政党さんとか、名古屋の河村たかしさんとか、あとは共産とか、社民党とかは割と強かったよと。山本太郎さんも今年の後半から良くなるから減税とかの方が強そうだっていうのを最初の動画でね、軽く上げたよね。そうですね。で石破さんはだからそういう感じだから、選挙はなかなか苦しいけどっていう感じだよね。だって
自立連立とかもあるかもしれないじゃないですか。わかんないよね、だからね。そこまで言うとね。だって、石破さんね、連合のね、会長と、16年ぶり、自民党としては、16年ぶりの、いわゆる談話というか、あれをやったっていう話ですからね。だから、そういう意味では何がどうつながってもわかんないよね。連合は昔も自社差連立ってあったんだよね。ありましたね。新党先駆け。そう、新党先駆け。そう。ね。だから、なんかね、そういう時代っぽい匂いはしてるし、そういう時って日本って災害があったりとかさ。で、チャズさんの話に戻るけど、土星の輪が消える時って、日本の政権ね、なんか変わっちゃってること多いみたいなさ、あったよね。だから、ねえ。まあ大変な時代だなっていう感じですよね。まあね、僕ら庶民からするとね、本当に減税も給付金も両方やってくれよってね、ついつい思っちゃうところではあるんですけどね。まあ、なんか、最初から取るなみたいなところはあるな、俺。いや、もう給付でもいいんだけど、結局さ、税金で飯食ってる人の方が増えちゃったんだよね、結局ね。だから、構造がなとは思うけど、本当にね。なるほどね。確かにね、まあね、本当給付金が出るのか、減税の流れになるのかちょっとわかんないですけどね、引き続きちょっと注視していきたいところは、ありますけれども、これね、やっぱりちょっとこの間ね、先週上げた動画でも、これ結局庶民はどうしたらいいんですかみたいな。あったね。そう、コメントもあって、そう、実際ね、あれ返そうと思ったらさ、相当な分量になっちゃったんだよ、俺。僕は下読みさせてもらいましたけど、これコメントで返すのちょっと長いですね。そう、だから動画にしようかね。そうですね。メンバーシップ限定でもいいし、結局さ、地震とか、噴火とか、津波とかみたいな時だったらこうとか、それから、疫病だったらこうとか、戦争とか食糧難だったらこうとか、お金の問題だったらこうとか、治安だったらこうとかさ、もうなんか、それぞれ一個一個具体的に対策を取った方がいいじゃん。まあそうですね。それぞれで一本になっちゃいそうな気がするし、この 2,3 年はやっぱり気をつけた方がいいんですよ。で、前も言った通り、ほら、AI？そう。だから、AI が、今日ね、ネタにしようかと思ってたんだけど、AI2027 っていう、なんかレポートというか、なんかそういうのが AI 業界とかだと話題になってるんですよ。AI2027？ そう。だから、27年の10月くらいが、分水嶺っていうの？分水嶺ですね。合ってる？合ってます。あれ、嶺っていうもの？嶺って言います。よかったよかった。何の確認ですか？いや、怖いよ。なんか、漢字さ、ほら、もうネットで見てるから、なんとなくで覚えちゃってるじゃん。まあ、わかりますよね。そう。まあ、でも2027年の10月が、いわゆる AI の、何か転換点というか。そう、だから、AI が AI を作るようになるんだよ。AI が AI を作るようになる、そっちの方がプログラマーが作るよりも早くなっちゃうのがその辺からなんだよ。だから確認をちゃんとしていけばまだ大丈夫じゃないかっていうのはあるんだけど、確認が追いつかないくらいのスピードになっちゃうんだよ、その辺から。AI が作った AI が大丈夫なものかどうかの確認を人間がチェックできなくなっちゃう。そう。これから AI エージェントっていうのが今話題になってるでしょ、だからそれもっともっと、だからもう AI エージェントだっつってさ、ホリエモンとかさ、なんかこの前怒ってたけどさ、彼。だけど、ホリエモンブチギレ。そう、あったよね。だけど、なんか、AI エージェントの時代ですごいよってこう盛り立ててるじゃん、そっちとかがテレビとかではあるし、なんか怖いなってみんな思うかもしれないけど、本当に怖いことが起きるとしたらさ、 AI が AI を作ってって人間の管理の外に行っちゃうことなんだよね。そうなっちゃったら、だって変な話、言ったらこれ SF の世界の話ですけど、本当に人間に反発する AI みたいな、もちろん今でもちょっと危ない兆候みたいなの見えてきてるから、本当はね、これだけでね1本くらい動画喋れちゃうなっていうのはあるんだけど、だからそのくらい AI がみんな想像つかないかもしれないけど、天才より賢くなってくるんですよ。なんか人間の天才より。いや、もうじゃあ人間には追いつけないじゃないですか。そうそのくらいになっちゃって、いやまだ人間が飼ってるところとか人間にしかできないこととか身体があるからね、いっぱいあるんだけど、なかなか実利的な面で AI の方がいいっていう分野が
要は GDP 的な意味で。GDP 的な意味でそう、出てきちゃうんだよ。で、それの競争をやってるから、世界情勢いっぱいね、この関税戦争とかさ、なってるわけで、別に、占いで出てるんだけど、それだけじゃなくて、見た方がいいんですよ、ニュースとか。だからこういう動画撮り始めたっていうのもあるし、そう。だから AI2027 どこまで喋ったらいいんだろうね。まあ、でもちょっと。検索して調べてっていう感じかな。まあまあそうですね。実際検索すると解説してくれてるサイトとかありますからね。僕もちらっと見て、こんなことなってんの？そう。ちょっとびっくりしたんですけど。まあ、でもね、これ見てる視聴者層を考えるとどれぐらい興味持ってくれるか。そうなんだよね。メンバーシップで喋るかね。これもメンバーシップですかね。そうだね。だって、まあ、ざっくり言っちゃうと、要はちゃんとストップしないと滅ぶよって書いてある。怖い。だから、僕はシナリオいくつかあると思ってて、だから人類滅亡なのかもう怖いですよ。二極化、貴族階級と、庶民みたいな感じの、ちょっと、なんていうのかな、もう絶対に、乗り越えられない壁を作られて、区画管理みたいになってっか。ディストピアじゃないですか。ディストピア。これが多分ね、一番可能性としては高いかなとは思ってて、で、もう一つある展開があるとしたら、結局、希望じゃないけど、宇宙とかの開発とか、AI を使ってね、なんだろうな、メタバースみたいな空間でいろんな宇宙をこう体験できたりとか、それから古代とかを復元していくとかさ、都市伝説じゃないけど夢があるじゃない。ワクワクしますね。そう、とか海底とか調べてみるとかさ、科学が進めばいろいろね、今まで手つかずだったところもできるようになるし、あと永遠の命とかね。確かに不老長寿みたいな感じの可能性も出てくるし、それから庶民は昔のさ、ギリシャのさ、感じみたいに、言い方悪いけど奴隷みたいな階級は AI とかロボットがやっていって、要は哲学とかアートとか、あと恋愛とかロマンスとかそういうのに、庶民は楽しんでアドベンチャーみたいな宇宙開発だってやってる人がいてみたいな、僕はそういう未来の方がいいんじゃないかなって思ってるけど、割と二極化の方を望む金持ちと、一般人の方が多数決的には多いのかなとか思っちゃってて、それはちょっと怖いなって思ってるかな。でも一般人の人はでも奴隷になりたいなんて思わないんじゃないですか。奴隷じゃないもん。だって転生ものの VR の世界とか、例えばそういうのに自由に飛べたり、自分好みのことを、いつでも恋愛できるみたいな、バーチャル空間とかの方が楽しいって思う人いるかもよ。で、働かなくていい。しかもずっと生きてられるとか。そうか。意欲がなくても生きていけるんだ。そう。難しいですね。それは難しい。僕もそれを完全に否定はできない。確かに。だから、ずーっとゲームみたいな世界で平和に生きれる。僕は嫌だよ。僕は嫌なんだけど、それが好きだったなっていう人結構多いような気がするし、そうやってておとなしくしてってもらった方がいいんじゃないかみたいな、それこそなんかでブチ切れてた人じゃないけど、そういう貴族みたいなさ、先民思想みたいな人も世の中にいるじゃない。まあね。ナチズムみたいな人って。そういう方は昔からいらっしゃいますからね。そう。だから、俺はそれ嫌いなんだけど、あと何年かはまだ時間残ってるかなと思って、できる限りのことはしようと思ってんだけど、どのくらいになるか分かんないよね、落としどころがね。でもこれ見てる方はね、ちょっとでもそういう何かいい未来というかね、楽しい未来をいい方向に行けるようなところをちょっと目指していただければなと思いますね。だからここ3年くらいどう生き延びるかっていうこととちょっとずつ喋ってきます、表でもね。で、メンバーシップでは1本くらい動画撮って早めにこう先出ししといて、ちょっとずつ喋っていくので長くなっちゃうから。そうしてもね。なんでちょっとご興味あれば引き続き、登録お願いしますと、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。で、来週さ、予言やってみる？ 5 月の。
5月の予言。そう。時事予言みたいな。まあいい。だから流行ってるんで、占いそういうのと絡めてやってる人いるでしょ。なんか割と流行ってますよね。そういうなんか当て物じゃないですけど。当て物なんかな。けどだから僕ね、バーナム効果みたいになりたくないんですよ。占い師が一番よく言われるやつ。そうまあ知らない人は知らないと思うんだけど、要はいっぱいこう数打ち当たるみたいなさ、誰でも5月の、5日から7日はこういう期間ですみたいな感じで、抽象的なことパンパン並べてって、分量を多くするとどっかは当たるから、それで当たったみたいな。けどね、それもエンターテインメントとしては楽しいんだよね。確かに。だけど俺普段そういう鑑定しないからさ。そうですね。もうちょっとなんか違うじゃないですか。そうなんだよ。なんかね、占いの限界みたいなのも分かってるし、いやすごい人っているんだと思うよ。なんかちゃんと先生術とかに基づいてやって、で霊感みたいなこと、瞑想とかちゃんとやってね、で本当にヒット率も高いんだろうと思うんだけど、なんかね、どうしようかな、そういう方がみんな好きなんかな。エンタメとしては楽しいですよね。そうだよね。その当て物的なのがなんか占い師の全部かっていうとなんかどうなんですかねっていうところは。難しいところだね。だから実際の鑑定で言ったらさ、悩み相談業だったりするんだよ。そうですね。だから悩み相談業、なんかそういうのに寄り添っていくのが占いだみたいな。占いっていうのは当て物じゃないんですよみたいなさ。誰ですか今の。わかんないけど、なんか、そういうことを言って企業もそれに食いつくみたいなところあるんですよ。当て物じゃないってしてた方が楽だから。楽だし、法律的にも運用が楽だし、占い師も当てられない人の方が多いからね、結構。いやぶっちゃけ、うちは結局予測と、悩み相談だっていうことで、悩みに寄り添うというか、悩みの解決、お手伝いみたいな感じをメインにやってるから、ちゃんと広くね、お客さんのニーズってそこじゃないかなと思ってやってんだけど、そうだよね。もうおもちゃみたいに予測をしていくのも違うような気がするし、難しいよね。なんかどっちも大事ですよね。そういう当てることと寄り添ってお話聞くこと。そう。だから結局時事とかに当てはめて、これがあるかもしれないからこういうふうに対策しようね。だから時期を読むのとタイミングを読むのと対策を伝えるのはある程度意味があるのかなとは思っているから、ちょっとだけそれやって。ニーズがあれば続けますっていう感じかな。いいですね。なんか5月の予言、6月の予言なんて言ってたらちょっと月に1回くらいね、やって、そのくらいのペースじゃないと多分本当ね、AI の進化も早くて、それに対応して地政学的な変化とかいろんなことを目まぐるしくこれから起きていくから、やっといてもいいのかなと思ってやってます。ついでにスピンっぽいニュースというかゴシップというか、なんかそういうのもやっていくと、それはそれで楽しいでしょ多分。そうですね。これも叩かれるんだよ。同業者とかから芸能人のこと勝手に占うのはいかがなものかとか言う人いるんだよ。真面目な人とかで。そうなんですね。なんか素敵なお考えですねと思う。なるほどね。そういうお考えの方もいらっしゃるっていうことですね。だし、悪人の人相とかあそこまでやっちゃうとちょっとなみたいに思うところもあるんだよ。とかやらかした人の顔をつべこべ言うみたいな感じでもちょっと違うかなとか、思うところあるけどね。思うところあるんだけど、そうだから難しいよね、そこのバランスってね。そうですね。なかなかね、こうやるのが正解だっては言い切れないと思うんですよ。いやバズるだけだったら、バーナム効果とかなんかそんなことこういうところで解説せずダーってこう言ってった方がいいし、悪人のニュースをやったらいいんですよ。そしたらバズりますよね。その方がいいんだよ。10万20万、そうね、いきますよ。50万再生とか。だけど折衷案みたいな感じで頑張りたいと思ってます。そうトレンドには乗った方がいいんだろうなって思ってるから、一応ね経営者だからさ、なんかやった方がいいじゃない。だけど折衷案くらいでね、何かやってニーズがあるんだったらって感じだよね。なかなかねこっちの側とこっちの側両方ってなっちゃうと、どうしてもいわゆるパイが少なくなるというか。そうなので再生数っていうのもなかなかちょっと難しい部分もあるんですけど、そこはどうか見てる皆様応援よろしくお願いいたします。はい、引き続き高評価、チャンネル登録、そしてコメントも本当いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。いっぱいいただいちゃってね。
ありがとうございます、本当に。あと質問どんどん、くれればそれネタに動画にしてきますんで、はい、よろしくお願いします。ちゃんと付箋して書いてくださる方とかもね、いらっしゃるとか知ってますけども、ありがたいです。ありがたいです、正直。はい、よろしくお願いします。ということで、また再生数が大丈夫そうだったら来週もやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあまたね。はい、拡散よろしくお願いします。